よいしょ。はい、どうも、そのさんチャンネル、そのさんです。ということで、今回はですね、雑談。思いっきり雑談をしていこうかなと思いますので、もう皆様手を抜き、気を抜き、お付き合いいただければ幸いでございます。まあ、雑談の内容としては、リアディレイラーの調整ってさ、というね、ちょっとお話をしようかなと思います。まあ、雑談に今回なるので、この動画の中で実際にリアディレイラーの調整をするということはないんですけれど、多分ない。まあ、ないんですけれども、まあ、今回、ちょっと自分でリアディレイラーの調整なんかをしてみたことによって、まあ、思ったことっていうのをちょっとつらつらと、まあ、お話ししてみようかなと思います。なので皆さんもね、本当に、本当に空いた時間に気を抜いてお付き合いいただければ幸いでございます。では行きましょう。さあ、前回、私の動画のチャンネルの投稿のちょっと時間軸になってしまうんですけれども、前回の動画投稿で、私が 1128T のスプロケットから 1132T のちょっと大きなスプロケットに、付け替えようということで、スプロケット、リアディレイラー、シフトケーブル、あとチェーンの4つを取り外すっていう動画と取り付けるっていう動画をね、2個、動画投稿させていただいたんですけれども、で、その次に、まあ、リアディレイラーの調整、を動画にしようかなと思いますっていう話をしていたんですが、本当にすいません。ちょっと調整動画は撮れませんでした。いやー、本当に残念です。というのも、単純に私のこれは実力不足なんですけれども、まあ口で説明をしながらとか、こう映像を撮る画角を今どう捉えてるかなっていう画角を気にしながらっていうので、まあ、リアディレイラーのこう微調整というか細かな調整というのはちょっとできなかったんですよね。なんかやりにくいなんだーってなって結果ちょっとまあ、動画にすることっていうのはできなかったんですね。で、現段階では一応自分なりに調整は済ませているっていう状態ではあります。で、皆様どうですか？リアディレイラーの調整ってご自身でされますか？私ね、実は以前からちょこちょこやってたんですよ。自転車を完成車で、例えばこれも初めてオルトレ XR3 買った時も、まあ、プロの方がね、ショップで調整をしてくれている状態で届くじゃないですか、手に。で、調整してる状態のやつをこう回しながら、ああ、こんな感じなんだってこう感触をなんとなく覚えて、その上で、あえてリアディレイラーの調整をガンガンにずらして、で、さっきと同じ感触の状態に戻せるかみたいなことを、実はちょこちょこやってたんですね。まあそういうことをするのが好きというか物の形、気候、動き、そういうのを把握するのが好きなので、わざとそういうのをやってたんですよ。で、まあ多少なりともね、プロのレベルではないとはいえ、経験もあるし、今回のやつも大丈夫だろうと思ってやったんですけど、いやー、難しかったですね。単純に。今までは1128T でリアディレイラーも SS ショートケージのものだったんですね。で、今回 32T のスプロケットに変えたことによってリアディレイラーをリアディレイラーを GS、ロングケージのものに変えたんですよ。で、まあ俗にというかよく言われることが、ショートケージの、リアディレイラーよりもロングケージになったら、その切り替えシフトチェンジっていうのがちょっとなんていうんですか、もたつくというか、レスポンスがちょっと悪くなるっていうのは俗に言われるんですけど、まあ、調整をしているときにこれはロングケージになったことによるそのレスポンスの悪さなのか、私の調整が悪いのかっていうのがちょっと把握できなくて、まあ多分どっちもだと思うんですけどで、なかなかね、調整が気持ちいいところになかなか入んなかったんですね。で、今は切り替えもまあ一応問題なくできてるとは思うんですね。背中が押しで申し訳ないんですけども、まあ、一応ね、まあ問題なく走れるであろうレベルにはできてると思います。まあプロの人からすると、いや全然狂ってるよ、まだまだっていうふうに言われるのは当然なんですよ。私はまあプロではないので。
まあ問題はないかなぐらいにはできたと、まあ思うんですけどね、やっぱね、リアディレイラーの調整って難しいですよね。リアディレイラーの調整って、まあ言ってもいじるところ4つじゃないですか。このリアディレイラー自体がこう左右に動く調整のボルトが2個と、ここの部分、こういう動きをする、ここの縦の動きをするボルトが1本、あとはこのワイヤーの張りによっての調整のアジャスター、この4つ、ボルト3つとアジャスターのこのね、4つで調整をしていくっていうところなんですけど、本当に足し算引き算がすごくて、こっち側をちょっと寄せたらこっちが気持ち悪いから、こっちをじゃあ寄せないでこっち寄せたらいいのかって言ったらこっちがこうだし、ワイヤーをとかなんかそういう本当ね、足し算引き算が本当にもう大変でそういうのがすごい得意な方っていうのいらっしゃるとは思うんですけれども、本当にね、いやー時間かかりますよね。もうプロは本当にパッと終わらせるんでしょうけど、で個人的にね、私、まあ、皆さんも多分同じこと思うと思うんですけれども、ワイヤーをやっぱ新しくしたことによってこの後初期伸びっていうのが起こるじゃないですか。今いい調整ができたとしても1ヶ月後にどうせ狂ってるでしょってだから今完璧目指したらその分ね、狂ってまた狂ったみたいになるかなって考えると、今はいいところぐらい、もうこれでよかろうぐらいの感覚にしといて、1ヶ月、ワイヤーの初期伸びが終わったかなぐらいの時にガチでやった方がいいのかなっていうふうには思うんですよね。でもう一つ、私すごいこれリアディレイラーだけの話じゃなくて思うところなんですけど、リアディレイラーの調整をする時って、まあなんていうんでしょう、背中ですいません、こういうところでこうカチャカチャやっていくじゃないですか。ここがあれだな、ちょっとここずらすかとか、ここがちょっとうまく決まんないな、こっちのボルト緩めるかとか、そういう風にまあするじゃないですか。結局その時って誰も乗ってないんですよね、自転車に。でも走る時って自分が乗った上でシュートチェンジをするわけじゃないですか。で、まあ、私が61とか62キロぐらいなんですけれども、60キロ台の人間がここに乗ったとしたら、少なからずこのシートステー、チェーンステーとかトップダウンとかいろんなところのチューブにグッて負荷がかかって、ミリ単位でフレームって歪んだりきしんだりすると思うんですよね。そうなった場合、本当に1ミリ2ミリの調整で成り立ってるようなリアディレイラーに絶対影響がいくじゃないですかだから結局は一番は乗ってる時に調整をしないと完璧とか本当にいいところにはいけないだろうなって思うんですよ。まあプロの整備士の方はおそらく乗るユーザーの方の体格体重とか聞くかもしれないですけどね、ちょっと失礼かもしれませんけどみたいな感じで、その体重でどのぐらいフレームが歪むきしむかっていうのも計算した上でこのリアディレイラーっていうのを調整するんじゃないかなと思うんですよ。それがもうすごい技術というかすごいことだなって思うんですけれども、私はもう言うて素人なのでそこまでのね裏計算はできないので、乗ってないこの状態でいい調整を目指すしかないんですけど、とりあえずは今できている調整で、まあ、試運転じゃないんですけれども、まあ、近所とかあまり遠くない距離を走ったりしてみて、まあ、問題がないかどうかっていう確認はしないといけないなとは思っているんですね。でもし問題がなければちょっとね走りに行きたいなと思っている場所がすでにあって、まあ、それが大阪の、南河内グリーンロードっていう場所があるんですね。千早赤坂村方面に走っていくのかな。まあ少なからず少ないくないかもしれないですけどヒルクライム要素っていうのは絶対にね、出てくるとは思いますので、まあそれがね 1132T になったことによってどんだけ、楽になるのか。まあ楽になるためには 28T の頃に一回挑戦しておいてね、なんか違いっていうのが分かる方が一番いいんですけれども、まあ、今後はこれでどんぐらい変わるかなっていうの楽しみですね。まあ、実際まだ走ってないので、このスプロゲットに変わってからいやどういう風に世界が変わったかっていうのがいや本当に楽しみですね。はい、ではまとめです。まとめって言っても本当に今回何もないですよねただの雑談だったので、まあリアディレイラーの調整ってやっぱりミリ単位、本当1ミリとか2ミリで
イオン化するしないの本当に微妙なね世界なので、難しいしめんどくさいなって思うんですけど、やってるとだんだんハマってくるというか、すごい面白いなっていうふうに、思いました。なんで皆様も今後ね、スプロゲットもうちょっと大きいものに変えようとかな、逆に 25T とかねにしてもう直線の速度を出すレスポンスをもっと上げたいんだっていう時に、リアディレイな調整っていうのも必要になってくるとは必ず思います。ショップに任せてしまうと間違いないんですけれども、それも一つの自分で調整するっていうのもなんか楽しみの一つっていうふうに、思えれば楽しいんですよお金もかかんないしなんで挑戦してみるっていうのはありかもしれませんね。全然狂っちゃってわけわかんなくなったらお店持ってきゃなんとかしてくれるのでいいんじゃないかなと思います。で、ここからちょっとだけ余談なんですけれども、私この前アニメでチェーンソーマンっていうのを見たんですよ今更って思われるかもしれないんですけど、すごい話題になってる時はなんかどうしてもみんながいいって言って見てるから、俺見ないわみたいな天の弱的なところがあるので見てなかったんですけど、ガッと見てみたらめっちゃ良かったですね本当にみんながいいっていう理由が分かる。あれはねすごくいい。作画というか絵のタッチも私すごい好きなブリーの絵だったので、本当ねちょっとドハマりするぐらい好きになっちゃったんですね。で、何よりもそのチェーンソーマンの良かったところっていうのが、戦闘シーンとか話の内容とか、これはいいのはもうさることながらなんですけど、日常のシーンがねサクサクってちょっと描かれたりするんですよ。なんもない、普通に朝起きて、でコーヒー入れて、タバコ吸って新聞読んで朝ごはん食べてみたいな普通の日常がパッて描かれたりするんですけど、それが秀逸、マジ最高本当にめっちゃいいなって思いました。なんかああいうね本当になんともないシーンっていうのがパッてあると、それ以外の劇的なシーンもなんか際立ってくる感じもするし、日常の何もないって幸せなんだなって思えたりもするし、いやすごかったなって思います。今後もね、シリーズが2シーズン3シーズンと、続いていくんだったらぜひ見たいなっていうふうに思った作品ですね。何の話か分からなくなりましたそう、締めましょうということで、今回はただの雑談でした。はい、ではまたお会いしましょう。バイバイ。